こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は神戸三宮にある子ども本の森の花時計の前に来ています。これなんて読むんでしょうね。愛、夢、馬とも読めるような気がします。実は今年の干支、馬がデザインされています。2500株ほどのハボタンという花を使って、描かれているようです。さて、ここから海へ向かって歩いてるんですが、今回は船の動画です。その船はこちら。ジャンボフェリー立林2です。詳細はこのようになっております。もうこれまで何度もお世話になっているジャンボフェリーさん。葵にはこれまで3回、いや、実質4回ですね、乗船させていただいたんですが、今回は念願の立林2に乗船いたします。予約の方はジャンボフェリーの公式サイトから行っております。フェリーは立林2、神戸13時発の高松17時45分着となっております。座席の方はプレミア席のリクライニング席、大人1名、運賃が2390円、座席料金が1500円、ウェーブ予約の場合は100円割引で、支払い合計が3790円となっております。今回プレミア席を予約してるんですけども、平日の13時便だとこのプレミア席予約せずに、のびのびシートね、自由席の方で全然 OK だと思います。実際この後僕乗るんですけども、目視でだいたい20人ちょっとぐらいかなと思います。なので、プレミア席を予約せずに、普通は、自由席、のびのびシートとか、あと、自由席でもリクライニングシート、同じような感じの席がね、あるので、そちら利用するっていうのも全然 OK だと思います。今回プレミア席を予約したのは、ジャンボフェリーさんって基本ね、座席のある部屋は撮影禁止なんですよ。ただ、外に向かっての撮影とか、手元の撮影とかは OK なので、リクライニング席の前方には大きな窓があって、そこから船の前方を眺めることができるんですよ。で、2階にある自由席のリクライニングのこの席と窓の間にボックス席、これプレミアなんですけども、そこがあってね、ちょっと撮影できないかなと思うんですよ。で、3階の方はもうリクライニング席だけなので、ゆっくり撮影できるかなと思って、予約しました。今回の立林2は新造船葵と違って古き良き時代の昭和レトロな素敵な船だと聞いております。めっちゃ楽しみです。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。神戸三宮フェリーターミナルに着きました。先ほどから見えているのは、立林じゃなくて宮崎川フェリーの高千穂です。こちらが立林2です。それでめっちゃ時間があるので、ちょっと横から撮影したいので、場所を変えたいと思います。フェリーターミナル隣の新港第二突堤にある昨年オープンした G ライオンアリーナ神戸です。バスケットボール B リーグの神戸ストークスの本拠地で、なんと国内最高峰の常設設備のアリーナスタジアムです。また、バスケット以外のプロスポーツやコンサートにイベントなども開催されるようです。そしてこのエリアは新たな神戸のエンターテインメントの最先端エリアとしてトッテイと名付けられました。このアリーナの外周のね、下のところには飲食店などもあってね、一般に利用できるそうです。この外周のところに階段があってね、こうやって上に上がっていけるんでね、ちょっと行ってみましょう。なんかテレビの撮影があったんでね、ちょっと映らないようにね、避けて通ってますが。いや、隣がね、もう海なんでね、もうロケーション最高ですね。
で、ジャンプ台みたいなところがあれ、トッテイパークといってね、あそこに人が上がったりもできるんですよ。で、海を眺めたりね、最高じゃないですか。まあ今日は平日なんでね、人も少ないですかね。日曜日とかね、だったら人がいっぱいかなと思います。で、駐車場もあってね、で、見えてきたのが宮崎カーフェリー高千穂ですね。ってことは、横にジャンボフェリーありました。ここからだと船全体が見れるんでめっちゃいいですね。で、ジャンボフェリーのね、この立輪2ってね、猫フェリーと言われてて、前と後ろにね、猫の顔とお尻が書かれてるんですよ。で、こちらは青い就航1周年記念式典の、小豆島、坂手港からね、撮影した立輪2なんですが、これ正面ですね。かわいいですね。もういつまででも見てられますね。で、こっちはお尻ですね。ちゃんと尻尾があって、なんか足跡もね、ありますね。で、お尻の部分はハッチとなっていて、あそこからなんか搬入とかね、すると思います。そしてアリーナの横にね、船が止まってたんで見たら、海宝丸といって、沖縄の実習船だそうです。いや、これも綺麗な船ですね。三宮フェリーターミナルに戻ってきました。いつもはここからバスに乗って三宮駅に行くんですが、この昼間の明るい時間にね、こうやってここに来るのは、葵の1周年記念以来ですかね。いや、懐かしいですね。3階の展望テラスにやってきました。ここから船を眺められたり、見送ったりできます。これは中国のフェリーですね。こちらは立輪2ですね。後ろには G ライオンが見えています。いやー、メンテナンス明けなので、船体が綺麗ですね。出港までまだ1時間以上あるので、人が全然いてません。こちら2階の待合室です。で、自販機がいろいろあるので、で、これは宮崎カーフェリーの、プチブロックで作った、模型ですね。模型っていうのかな。いや、可愛らしいですね。30分前になりました。人が集まってきましたが、まあ平日なんでこれぐらいかなと思います。お客様にご案内いたします。小豆島経由高松行きジャンボフェリー立輪2。本線ただいまより一般徒歩のお客様の乗船を開始いたします。こちら乗船用の QR コード。ネット予約の場合はログインしてご自身で QR コードを表示してください。そして、乗船口がこちらとなります。で、ボーディングブリッジ、かっこいいですね、ここ。ところどころ窓があってね、こうやって外が眺められます。そして乗船口はセルフでチェックインです。QR コードをかざして OK が出たら中に入ります。いや、もうワクワクしてきましたね。で、乗船口の階は1階となります。で、中に入りましょう。ステンドグラスがもうまさに昭和って感じがしますね。なんか縁がめっちゃ太くないですか？で、こちらにはキャリーケースの置き場があるんですよね。で、この装飾っていうか、この色使いというか、きらびやかさはもう昭和な感じ、ほんとします。
昔の喫茶店って感じですね。純喫茶って感じ。で、自販機、ここは2階ですね。自販機があって、こちらにはカフェがありますね。カウンターがあって、こちらは売店。で、2階から次3階に上がります。で、3階の途中にね、小豆島の下船用のね、アラームが貸し出されてます。3階のプロナムードもこれもいいですね。で、こちらがプレミア席のエリアですね。先ほどとは別の QR コードをかざして中に入ります。こちらはプレミアのリクライニング席です。リクライニングはそんなに倒れません。で、フットレストがあってテーブルもあります。こんな感じでね。で、下にはコンセントがあって、謎のカゴがありますね。前方には大きな窓があっていいですね。こちらに向かって撮影は OK なので、ちなみにこの部屋利用しているのは僕だけでした。撮影していいかなと思ったけど、やっぱりね、禁止されているのでやりません。QR コードは紙チケットに印刷することもできます。大吉は必ず出ると思います。展望デッキから出港を見ましょうか。で、4階に上がってきて、外に出ようとしたんですが、開きませんね。出られないってこと、引き戸でしたね。で、こちらが4階の展望デッキ。ここで、タバコを吸ったりもできるそうです。後ろになんかこれ、なんかゲートっぽいのがありますけども、で、ここは、上に上がれますね。階段を上がると、屋上展望デッキかな。人工芝が引いてありますね。なんか葵と一緒ですね。こういうところは。で、これはトラヤン。トラヤンのなんか物語が書かれてるようですね。この後読んでみたけど、なかなか面白かったです。出港の準備が始まりました。もういつもそうなんですが、ドキドキしますね。ロープが外されました。そしてゆっくりと離岸していきます。いや、この瞬間がもうめっちゃ好きなんですよね。なんか斜めなってますね。これ、なんかガリガリガリっていかないんですかね。いや、なんかめっちゃ怖いね。大丈夫かな。このまま後ろにね、ゆっくりと下がっていきます。で、こちら宮崎カーフェリー高千穂。ボーティングブリッジから、神戸三宮フェリーターミナル。で、海宝丸がいて、で、G ライオン。そしてこちらがトッテイパーク。向こう側のね、側面というか、斜めの屋根のところに人がこう上がっていけるんですよ。で、オリエンタルホテルが見えてまして、G ライオンの向こうのね、オリエンタルホテルみたいなのが、あれはなんかスパかなんかですね、確か。神戸ポートタワーも見えてますね。そして今ね、旋回して向きを変えているところです。メリケンパークの向こうに六甲の山が見えてて、すごいいい景色ですよ。めっちゃ綺麗です。進行方向向かって左側にあるのがポートアイランドで、横長の素敵なね、建物は神戸学院のキャンパスです。で、船が止まってるあたりの建物が、兵庫医療大学のキャンパスだそうです。
この向こう側にあるのが多分神戸空港があると思うんですよ。ただ平べったいんで、まあでもターミナルは見えてないと思いますね。それではこれより高松へ向かって出港します。少し船内見ていきましょうか。こちらゴザなんですが、繁忙期で人がね、いっぱいで席確保できない時にゴザを引いて場所を確保するっていうことができます。こちら記念撮影コーナーですね。船長の服とかね、着て撮影ができます。プロナムードには、マッサージチェアがあります。1回200円ですね。15分。で、外を眺めながらね、こちらの正面なんか本当に昭和って感じしますね。これ何の花なんでしょうね。いや、こんなのあるんですかね。確かに照明屋さんっていうかね、そういう売ってるとこ行ったらこういうのありますね。これは階段の吹き抜けのとこ、ツタみたいになってますね。2階に降りてきました。もうなんか昔のボーリング場とかゲームセンターとかこんな感じだったと思います。で、ガチャガチャがあって、これジャンボヘリーのストラップ。こちらスタンプで作るコースターですね。10円で、作れます。で、ペイペイでも支払いができるそうです。そしてこちらがうどんカフェコーナーです。いや、うどん食べたいんですよ。まあ、葵と同じようなメニューでね、あるんですが、僕今回はどうしても食べたいのがあるんですよね。こちらが券売機です。こちらで食券を購入すると自動的にオーダーが通るので、食券に書かれた番号が呼ばれたら取りに行くというシステムです。で、僕が食べたいのがどこにあるんでしょうかね。多分期間限定だと思うんですけども、ありました。あんもち雑煮ですね。こちら食べたいと思います。うどんもあるんですよ。雑煮の餅がね、あん餅ってどんなんやろうって思っててね、すごい気になってたんですよ。これ香川の雑煮らしいです。白味噌ですね。関西風はね、まあ白味噌なんで僕には馴染みあるんですが、お餅なんかやっぱあんこ入ってるようですね。いや、雑煮にあん餅ってほんと大丈夫かなとちょっと怖いもの見たさなんですが、いただきます。いや、もう大丈夫かな。ところがこれ美味しいんですよね。なんか普通にあん餅を食べてますね。甘くてめっちゃ美味しいんですよ。なんでしょうね。普通に和菓子として美味しいですね。なんか雑煮として、雑煮じゃないような。で、お味噌はね、普通に雑煮なんですよ。もう全然違います。だから、あんの部分と、あん餅の部分と雑煮のその味噌の部分はもう全く別物って、しかし腹出てんな、おい。いや、結構腹やばいです。で、まとめますと、あん餅と雑煮は全く別物。一個のお椀に別の、食べ物があるっていう感じです。でも美味しかったです。ごちそうさまでした。次はショップ見ていきましょうか。5000円買いましょう。で、グッズなんかね、いろいろ売ってまして、お土産品は小豆島や香川、そして神戸のお土産品がね、売られています。スナック菓子なんかも売ってたりします。で、こちらジャンボフェリーグッズ。なんか1個欲しいな。これアクリルキーホルダースタンドっぽいですね。ちょっと後で1個買いましょう。もうちょっと何か食べたいので、バームクーヘン買いましょう。3つ入ってますね。ちょうどいいサイズかなと思います。購入したのがリツリンニャンコのアクリルスタンド。で、
スタンドみたいに立てなければキーホルダーとしても使えると思います。かわいいですね。で、5000円。立輪2にはもう1種類5000円があって、こちら特別な5000円です。こう中を開けることができて、中から飛び出すオリーブの木が。これ小豆島ですね。いやー、これが欲しかったんですよ。てなわけで2つ購入しました。そしてバームクーヘン食べましょう。こちらジャンボフェリーのオリジナル商品だと思います。3種類入ってまして、なんでしょうね。こちらオリーブです。で、こちら和三本。和三本って何でしょうね。そして3つ目がレモン。瀬戸内といえばレモンですね。まずはオリーブ。割ったとって何も変わりませんが、でもふんわりしてますね。いや、これは美味しいですね。美味しいけど、オリーブ感があんまり、もう、オリーブの味っていうのがいまいちよくわかってないんですよね。さすがに喉乾いたのでコーヒーを買ってきます。で、こちらも券売機で食券を買って100円ですね。で、こちらの箱に入れてセルフで入れます。現金で100円入れても大丈夫です。コーヒーは3種類あってね、焙煎のコーヒーを買いました。これがなかなか美味しかったです。苦味がね、僕好みです。で、次に食べるのが和三盆。で、和三盆って何やろうって。これがですね、次の動画でその正体が解明されます。いや、これも美味しかったです。で、最後にレモン。もうレモンの香りがしますね。いや、これがね、美味しかったです。これがね、レモンスカッシュのような爽やかな感じの中に甘さがあってね、蜂蜜レモンみたいに甘さが勝つようなレモンじゃないです。展望デッキに出てきました。出港から約1時間、明石海峡大橋が見えてきました。天候はやや曇り空って感じですかね。雨は降らないと思います。これまで晴天とかね、夕方の暗くなる時とか、あと夜のね、明石海峡大橋は何度も見てきたんですが、こういう曇り空は初めてです。なんか後ろから船がいっぱいついてくるみたいな、立輪が先導してるっていう感じですかね。こちらは淡路島。まもなく橋を通過します。いや、何度見てもやっぱりいいですね、これは。うわー、ワクワクします。やっぱり昼間だとね、この梁の部分がよく見えるんですよ。うわー、何度見てもすごいな、これは。いや、圧巻ですね。最高です。この明石海峡大橋をね、見に来てるのは僕ともう一人の方だけなんですよ。なんか皆さんもう見飽きて興味ないんでしょうかね。僕はもう何度見ても見飽きないんですけど。こう水面を見たら結構穏やかなんですが、めっちゃ寒いんですよ。で、めっちゃ寒い中撮影してて、もう手がね、寒いんですが、
この持ってるカメラが結構熱持っててね、暖かいんですよ。意外といけるんですよ。はい、4階展望デッキ手前のゲームセンターに来ました。めっちゃ広いです。船の上でこんな広いゲームセンター見るの初めてです。で、スロットやクレーンゲームなどがありますね。大花火あるじゃないですか。大花火。これ昔めっちゃやりましたね。いや、懐かしい。で、上のね、これ、第4のリールっていうのが流行り出した頃のね、先駆けみたいなんですね。そしてゲーセンの横にはキッズコーナーがあります。ちょっと遊具がボロボロですが。そして3階から4階に上がったところにはスカイラウンジがあります。のびのび席とはちょっと違う感じですね。カーペット引いてるんですが、多分下がちょっと硬いと思います。そして2階、うどんカフェの券売機の横を入っていきますと、そこにはなんと大浴場があります。残念ながら男性のみの利用で、女性はシャワー室が別で用意されています。そしてこちら大浴場。これなんていうか昔の旅館の大浴場って感じですかね。で、このタイルがね、微妙にダサいんですよ。なんかそれがいいんですよね。そして湯船に使われてるこの石ね、大理石っていうか、ひょっとしたら小豆島で採石されたものなんでしょうかね。どうなんでしょうかね。で、外を眺められて、で、プレミア席の人は無料で利用できるんですが、それ以外の方は500円で利用できるそうです。で、奥にサウナが見えますね。こちらのサウナがですね、僕が乗船したこの週末からリニューアルオープンするらしいんですよ。で、X に上がってて、ハルビナ製ストーブの、本場フィンランドの、ロウリュが楽しめるというサウナになっております。僕はあんまりサウナ利用しないんですが、サウナーの方はぜひね、入ってみてください。葵には足湯がありますが、立林2にはサウナがあります。いやー、いいお湯でした。ちょっとね、お風呂上がり、湯涼みに、1階のところからデッキに出たいと思います。で、乗船口の反対側ですね、こちら。はい、こちらの扉から外に出ます。涼しいですね。いい感じで風が入ってきます。屋上デッキやとね、もろに風を受けるのでね、ちょっと寒いんですが、ちょっと太陽も出てきていいですね。いい夕暮れになるでしょうか。で、こっちは脱出口って書いてますね。階段下ペットルームがあるんですよ。ゲージとかね。こちら撮影できないので。で、乗船口の方から出ます。で、こちらにはね、シングル個室があるんですよ。これ、外からしか入れないようなんですね。奥は車両後半ですね。で、シングル個室は青い板と、深夜便と船泊でしか利用できないんですが、立輪は通常でもできるんでしょうかね。小豆島が見えてきましたね。次は坂手港に停まります。展望デッキに出てきました。いや、それにしても何にもない綺麗な海ですね。すごい穏やかです。そして、小豆島。坂手港はこの奥にあると思います。いやー、こうやってね、景色を撮ってたらね、葵がいつの間にか通り過ぎてました。もう僕勘違いしてまして、いつもは土日のダイヤ乗ってるので、先に立林2が小豆島に着いて、で、
出港した直後に葵と、交換するって感じなんですよ。で、今日は平日なので、葵が先に小豆島に着いて、で、出港してしばらくしてから立林2とすれ違うっていう感じなんですよ。いやー、ほんと失敗しました。もうミスりました。まあ、それはしょうがないとして、もう、ね、夕日も出てきてね、すごい綺麗ですね。で、坂手港が前方に見えてます。それでですね、小豆島のフェリーターミナルが新しくなって、昨年来た時はまだ、オープンしてなかったんですよ。で、建物はできてたんで、見た目は変わってないんですけども、今回ね、オープンして初めて小豆島に行きます。行くと言っても降りないですよ。で、夕日がね、山に当たってね、ちょっと冬の山なんでね、なんとなく寂しいような感じもします。新しいフェリーターミナルは3階建てで、屋上に展望テラスがあるのかな。そして展望テラスにですね、ジャンボフェリーのニューキャラクター、シップスキャットがいます。さあ、船は着岸の準備に入りました。小豆島で降りられる方って結構いらっしゃるんですよね。で、今回はどうなんでしょうね。で、小豆島から乗られる方もいると思います。はい、着岸しました。それで小豆島の離船口が変わってます。3階の後方デッキかな。で、アーケードのようなところを通って、ボーティングブリッジを渡るっていう感じですね。ちょうどね、シップスキャットの真下にね、出てくるみたいです。このジャンボフェリーの遊び心が好きなんですよね。上下船が終わったらすぐに出港します。もう離岸してますね。あと1時間ほどで高松港に入港します。まだ時間いっぱいあるので、さぬきレモネード、蜂蜜をいただきます。ホットもあるんですけど、ちょっと冷たいのにしました。3階のプロナムードでいただきます。中に輪切りのレモン、多分蜂蜜漬けのレモンだと思うんですよ。これもいただけますんで。いや、すっきりしてて美味しいですね。結構小豆島で人降りたので、あちこち座って楽しんでいます。まもなく高松に到着します。高松の沖合には島がたくさんあります。今正面に見えてる二コブの島が大島です。それでこれは島じゃなくて大仙山ですかね。で、その向こうが屋島ですね。屋島も今は島ではありません。大島の横を通過しています。で、その向こう側に見えるのが右島ですね。こちらは一度行きましたね。で、右島のこの右側に、灯台が点灯してるの分かりますか？で、ずーっと右に行ったところにも灯台が、こちらは小島ですね。右島よりも少し小さな島です。
扇島、女木島はね、メオンっていうフェリーでね、行けるんですが、この正面に見えてるのは違うフェリーです。で、高松港が見えてまいりました。で、こちらは屋島ですね。古戦場の屋島です。高松の街が見えてきました。正面に穴吹アリーナが見えてます。昨年行った時はまだオープンしてませんでした。ジャンボフェリーは高松港じゃなくて高松東港ですね。こっちの方ですね。いや、こっちっていうか、こっちですね。どっちやねん。で、ここを入っていって、画面中央あたりにクレーンみたいなのが見えてると思うんですが、あのあたりがジャンボフェリーのターミナルがあるところです。このまままっすぐ行くのではなくて、一旦迂回して大きく U ターンしてから着岸します。そして頭を沖の方に向けて、横付けします。下船は小豆島と違って神戸から登場した搭乗口を使います。もう間もなく着岸しますが、下船の準備をしていきます。ありがとうございました。いやー、ほんといい船でしたね。なんていうか、昭和レトロを一言で語れるような、船なんですけども、なんていうか、この部分とかじゃなくて、もう全体がね、昭和の純喫茶や、スナックとか、そういうもんじゃなくて、アミューズメント施設っていう感じなんですかね。いや、ほんと、いい船です。それでは下船を開始します。今回はね、プレミア席のリクライニングシートを利用しましたけども、本当なら自由席で十分と思います。これね、自由席だと2500円かかんないんですよ。仮に新幹線乗って岡山まで行って、そこから特急で、高松駅まで行くと、だいたい7000円、8000円かかんないぐらいですかね。で、バスで行っても5000円ぐらいかかると思うんですよ。それ考えてめっちゃお得なんですよ。だからもう、これね、高松行くんやったら、ジャンボフェリーの方がお得かなと思います。下船したらそのまま送迎バスに乗り込みます。この日の利用者もだいたい10人ぐらいでしょうかね。で、これから JR 高松駅に行きます。こちらのバスは無料で利用できます。本当に素敵な船旅ありがとうございました。それではね、出発します。高松駅までだいたい10分もかかんないぐらいですかね。それでこのフェリーターミナル、なんか2月ぐらいからちょっとコマというサービスが開始されるらしいんですが、何でしょうね。バスは現在高松港の横を走ってるんですが、こちらはいろいろとね、フェリーが止まってるので、窓の外を眺めてたら、なん
かきらびやかなものが見えてくるんですよね。なんとクルーズ船が止まってるじゃないですか。まさか高松港にクルーズ船が来るなんて思ってもみませんでした。このクルーズ船の正体は次回の動画でやります。お楽しみに。で、JR 高松駅に到着しました。送っていただきありがとうござーって言ってもうたがな。ありがとうございました。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。